皆さんこんにちは、みほです。いつも動画ご視聴くださりありがとうございます。今日はですね、旦那を亡くして変わった私の生き方っていうところで、チャンスは1回っていうお話をしたいと思います。で、この話をするには私にとってちょっと辛い経験を話さないといけません。でもその経験から受け取った学び、今の私の生き方がものすごく貴重なので、ちょっと今回勇気を持って話したいと思いました。もし今動画ご覧になっている方でひどいグリーフにいる方はちょっと動画を後半の方にスキップしていってください。ちょっと皆さんに落ち込んでほしいわけではないので、自分の心地よさを大事にしてこの動画をご覧いただけたらと思います。私の旦那はですね、がんでした。骨肉腫っていう骨のがんで29歳の時にそれを発症して、で31歳になったばかりの時に亡くなりました。で、がんっていうと、今では早期発見すれば治るような病気ですし、あと最後まで割と人間らしく生活できますよね。なので徐々に体の機能が衰えて、最後は眠るように亡くなっていくっていう、個人的にはすごくいい病気、いい病気っていうのが何なのかっていう感じもあるんですけど、個人的にはいい病気なんじゃないかなって思っています。ただ私の旦那はですね、がんといっても肺に転移があったので、呼吸が難しくなったりとか、最後はその呼吸困難で亡くなるリスクっていうのもあったんです。で、最終的に彼の亡くなり方っていうのは、どちらかというと衰弱して亡くなるっていうよりは呼吸困難の方で亡くなりました。で、彼が亡くなった明け方のことはもう本当にもう話し出しながら泣いているっていうそうは多分もう本当に昨日のことのように、思い出させられます。で、その日は病院の検査の結果の日で、検査結果がすごく悪かったんですよね。なので彼自身ちょっと落ち込みながらも明日からは本当に自分が大切にしている活動だけに集中しようってそんなことを話していました。で、夜中2回目ぐらいですかね、突然彼がごめんなさいごめんなさいって謝り出したんですよ。で、頑張ったんだけどなって言ったりもしてましたし、なんかアウトみたいな、ちょっと全てが終わったみたいな、なんかそういう発言をしていたりとかして、今振り返ると彼は自分の最後を分かっていた、今まさに自分が旅立とうとしていることを分かっていて、で、自分がいなくなると、私がどれだけその彼を生きがいにして生活していたかっていうのも彼は一番よく分かっていたので、多分私が苦しむんだろうなっていうそういうのが見えてごめんなさいごめんなさいってなったんだと思うんですけど、本当に私バカかって思うんですけど、分からなかったんですよね。彼がその時に亡くなるっていうことを。で、彼がガバッとベッドから介護ベッドから起き上がって、私の下にある床に敷いてある私の布団に転がり落ちてきたんですよ。で、私はその時になんとなく彼も精神的にちょっとしんどくなって暴れたいのかなって勘違いしてしまって、近くにあったお水を避けてたりとかしたんですよね。で、彼が私の左手を強く握りしめてきて、強く握りしめてきたなって思ったら間もなくして息を引き取ったんです。
で、私は今でもあの時のことを思い出すとショックとか後悔の気持ちが生まれます。なんか深い絆があったからこそ、なんか亡くなる時にはこう虫の知らせとか何かこう予兆があるもんなんじゃないかなって思っていましたし、余命1ヶ月宣告って言っても半年間元気に生き続けていて、でだからその検査結果が悪くてあと1週間みたいな状況になった時でも、こう彼だったら1ヶ月は生きてくれるんじゃないかっていう、なんかそういう私のこう希望も入ったなんか推測みたいなのもあったんですけど、本当に人の死って、どういうタイミングで、どういう状態でやってくるのか本当にわからないものなんだなって思いました。なので余命宣告っていうとこうなんとなく死に向けてその本人もその周りの大切な人たちも心の準備ができるっていう良さがあると思うんですけど、でそれは本当に真実なので突然死で大切な人を亡くしている人も多い中でもしかしたら私は恵まれているのかもしれないんですけど、でもやっぱり私にとっては突然死だったんですよね。本当はタイミングでああいう形で彼が亡くなることは本当に想像もしてなかった。でそこで思ったのがチャンスって1回なんだなって、人って死ねるのって1回だけなんだなって、生きれるのも1回だけなんだなっていうそういうことです。なのでこれは本当これまでの生き方シリーズの中だとどちらかというとこう自分に対するこう優しさだったり温かさだったり自分の人生を生きる勇気みたいな、そういう優しくて前向きな生き方の方が大きいと思うんですけど、それは全部本当のことで彼からのギフトなんですけど、でもこのチャンスは1回っていう今の、もう一つの生き方はなんか自分にとって戒めのような、感じでもあるし、でもだからこそ自分の人生をしっかりと一度きりだから生き切ろうっていうそういう力にも、つながっている生き方です。でそう考えていくと私たちって本当人生の中でたくさんのこう一回きりのチャンスを経験してきたと思うんですよね。で例えばその結婚を決める時とかもそうですし、転職を決断する時もそうですし、なんか仕事の中で大事なプレゼンテーションする時もそのね悔いが残ってるからといってもう一度やり直してもらえるわけじゃないじゃないですか。そうだからなんか人生において大事なものほどチャンスって1回なのかなって、1回までじゃなくてもこう限られているのかななんて思います。でだからこそ私はこう日常って準備なのかなって日常をこう意識的に生きることで大事な場面でこう決められる自分になりたいそういう思いが強くあります。でこの長い人類の歴史の中でもこう私っていう人間とかこう皆さん一人一人の人間がこの世で存在しているっていうのはもう後にも先にも今だけしかないじゃないですか。で本当にこう目の前にある状況とかこう目の前にいる人っていうのも本当の意味ではその瞬間しかない、その大切な人が例えば今目の前にいたとしたらその人その日のその人っていうのは本当にその瞬間しかないわけじゃないですか。だから本当このチャンスは1回っていう生き方から私が学んだことは本当にこう目の前に起きていることとか目の前にいる人とちゃんと向き合うこと、でちゃんと意識的に自分のこう頭を使って考えたりとかこう心の声を聞いて動いたりとかしながら意識的に生きていく、なんかそんな生き方につながっています。
私っていう人間を生きられるのって本当私、だけっていう、なんかその責任感とかもすごく感じるようになったんですよ。だからもっとこう自分の心地よさっていうものを大切にしようとか、まだ見えていない自分の可能性っていうのを信じようとか、もっと自分っていう人間を理解していこうって、今私はそんな風に感じています。大切な人を亡くすと、私もそうなんですけど、なんかずっとこう過去を見てる自分がどこかいるわけじゃないですか。なんかこうあの人と一緒にいた時の生活とか、あの人とこんなことしたなとか、あの人戻ってこないかなっていう、ずっとこう過去を見つめている、部分が多分多かれ少なかれ誰にでもあると思います。でそれは全然なんか否定することなく、もう当たり前なことだと思うんですよね。それだけ大切な人だからっていうことだと思います。でも過去と現在っていうのはいつでも線引きができるっていうのも同時に思っています。過去に何が起きたのかっていうのと、これから自分がどうしていくのかっていうのは、なんかつながっているようでつながっていない、なんか私たちにはいつでもこう選ぶ力がある、そんな風に感じています。正直この生き方というか、学びというか戒めのようなものは旦那から、旦那の死から学んだことの中でも一番しんどい、学びでした。でもその分ものすごく今の私の生き方とか物事とか日常への向き合い方に特にインパクトを与えてくれた、学びだとも感じています。これからも私が私の人生を生きられるのは本当に一度だけだし、でそれは周りの私の大切な人たちもそうだし、大事な場面ほどチャンスっていうのは限られているかもしれないって、そんな風に思いながら大切に生きていきたいと思います。はい、今日は旦那を亡くして変わった私の生き方っていうところで、チャンスは1回っていうお話をしました。今日はちょっと暗い話も多くて見ている皆さんがちょっと暗い気持ちになっていないか心配している部分もあるんですけど、最後まで動画ご覧くださりありがとうございました。またね。